お前が出国審査前に待ち受ける荷物チェック。20キロある荷物をどうやって7キロにするか。Hello! 世界全周ノマドのかけるです。すべての国に行きながら出会った人たちをハッピーにする旅。やべえ。今回はジョージアへ引っ越し旅 Day4 クアラルンプール国際空港からお届けします。ここからどこに行くか調べます。8時35分のマレー駅。チェックインはもう始まっているけど、今回も e ボーディングパスで You may proceed directly to the boarding gate using the e-boarding pass. You can download the shoe ね、だからこれで行けますね。チェックインカウンターわざわざ行かなくても、もうオンラインでチェックインできてるから、バックパックチェックインカウンターで測られるのを怯えることなく行けます。でオンラインチェックインどうやってやるかっていうと、もう勝手になってるんですよね。She get issued to smart check-in successful だから、基本的にはここの、trip.com のこのチェックイン and sheets でオンラインチェックインの確認ができるから、ここでできてたら OK で、できてなかったらこのオンラインチェックインってやったら、この航空会社のウェブサイトとか入ってできます。チェックインもしオンラインできてなかったらこれに並ばなきゃいけない。でマレーシアにもあるんですね、ジョリビー。これ多分フィリピンのやつなんですけど、チェーン店マックより有名なぐらいジョリビー君。チキンがめっちゃ有名で美味しいけど、今日はいいや。ではマレーシアからマレー駅にの飛行機セキュリティから行ってきます。行ってきます。最悪です。この KL のターミナル2から今この入り口でセキュリティ通っていきたいんですけど、この入り口に3人エアアジアのスタッフが待っております。これ重量検査ですね。これ確実に捕まって超過料金払いそう。測られるって分かったので、とりあえず今何キロあるか調べてみるかな。ラゲージウェイティングアンパッキングステーション。ここでラゲージをやれて捨ててねみたいなどこにも置いてありますね。さあ何キロになるでしょうか。このでっかいバッグとちっちゃいバッグ1つ2つで 18.4 キロ、7キロを余裕でオーバーしてます。 11.4 キロオーバーで、このちっちゃいの含めると 20.7 ですね。じゃあこれをどれだけごまかせるかが勝負。多分14キロまでしか機内持ち込み荷物は、オーバーできないし、1キロあたり2000円ぐらい追加料金かかるから、もし7キロオーバーしたら7、20、1万4000円とかちょっとバカにならないから、一旦ベストとジャケットを駆使して重たいものをこの身にまとおうと思います。まず長袖1枚着て、シャカシャカ生地のユニクロのユーティリティベストを着ていきます。前の胸のポケットにはペットボトル1つ分入るポケットが2つあって、なんといっても背中が一押しポイント。小さいリュックの代わりになるぐらいの大きなポケットがあって、そこに今から物を詰め込んでいきます。とりあえずここにパッキングテーブルを2つ入れました。充電器系と、あとこれなんだろう、次に初めて旅した時からもう10年くらい着てるノースフェイスのマウンテンパーカー。前の胸あたりに手のひらサイズのポケットが2つ、インナーポケットも2つあるので、旅好きにはたまらない1枚。サイズの人みたいな。いや、閉めない方がいいかな。閉めたら違和感あるから閉める。あとは実はこのショーツもかなりでかいのぐらいのポケットが右左についてるから、ここも詰めていこうと思います。さあこれでどうでしょう。 OK、 できました。これからちょっと撮影するんですが、ポーチパッキングキューブ、服2つ、充電器、あと電動歯ブラシ、
防具とかの中セットで、これは自分のそうだ、このリュック、多分このリュックが10キロあるからその分は払うかなって感じです。さあ、このフル装備した中でリュック2つがどのぐらいになるか。13.24 キロ。もうちょっと頑張りたいけど、もうちょっとパンツのポッケに入れてごまかしてます。だってこれだとまだ6キロあるから60に1万ぐらいは損しそうなんで。さあ、では移動出陣。何キロだっけ。20キロオーバーだった荷物が果たして7キロの制限に対して何キロオーバーでチャージされてしまうか。行ってきます。スケールに乗せるときに Too big sir って言われて終わりました。で、隣のお兄さんのところがスケールない入り口だったから、そこにチケット見せてなんか強引に行こうと思ったら、How many kilo? で1000キロって言ったら、もう一回スケールに乗せてって言われて、じゃあチェックインカウンター行くねって言って、その一番最初のお兄さんに言われた通りチェックインカウンターに行かなきゃいけないので、この大きいのは機内持ち込みにして、ちっちゃいのにをできるだけ軽くしていこうかな。さっきのところでは大きいバッグとちっちゃいバッグを連結させた状態で行ってIt's too big sir って言われたから、今回ちっちゃいバッグを大きいバッグの中に詰め込んで、バッグの大きさ自体は大丈夫だと思うので、あとは超過料金を払っているかなって、チェックイン行かなくてもやっています。結局エアージそのセキュリティの場所にある QR コードからエクセスオーバーサイズの手荷物、機内持ち込み手荷物7キロリミットのを14キロまで上げられたので、今測ったら12キロだったから、それで今オンラインで支払って多分このチケットでいけると思います。クレジットカード、オーストラリアのバンクと日本の楽天カードをやろうとしたけど SMS 認証必要だったからできなくてちょっと焦ったんだけど、ワイズカード使ったらワイズのアプリでその 3D セキュア顔認証とかで、支払いできたから、ワイズアカウントやっぱ結構優秀かもしれないですね。作った方がいい。紹介リンクでなんか確か割引みたいなのがもらえるんで、それ概要欄に貼っておきます。よかったら使ってください。では3度目の突撃行ってきます。もう顔覚えられているのでどうなるか分かりませんが、行ってきます。14キロ払ったよって言ったら、なんか重量制限のスケール通さなくてもいけました。これもともとやんなかったらよかったんじゃない？いいや。セキュリティ突破できました。で、結果7キロの制限に対して14キロに超過料金払って、ただ60リンケだから1800円だけ14 US ドル払いました。で、それを一番左側のそのスケールを持ってないお兄さんに14キロ払ったよって言ったら OK 行ってって言われて行けたから、ラッキーなのか何なのか分かんないけど、とりあえずその1800円だけで済みました。この20キロの荷物。バックパック詰めようか。セキュリティの前に荷物整理しようかなと思って背負ったものを全部パッキングもう一回したいと思います。なんかやっぱポケット付きのベストとかジャケットとかパンツはなんなら初めて役立ってるんですよ。いつもそんなにっていうかほぼ測られたことなかったから、その行きもエアアジア X っていうエアアジアの系列のやつだったんですけど、オンラインチェックインだったし、セキュリティ入る前に別に重量チェックするエアアジア職員いないし、パスからだったからだけど、やっぱそのアジアの国から出てくときはちょっと厳しいのかなって思いました。でも今までなかった気がするけど、なんでだろう、厳しくなったんですね、きっと。さあ、パッキング終わったのでセキュリティ向かいたいと思います。いやー、この持ち上げるときいつも誰はい、搭乗口前の最後のセキュリティ通りに来ました。今回甘々ですね。なんかちょっと水筒に水入ってたりするのにそれも全然言われないし、
ハサミとか結構バックパックの上の方にあったから、なんかスキャナーに移りやすいかなと思ったけど、余裕で通り抜けられました。エレゲーターのとか奥に行ったらバーベキューキングとかバーガーキングとか、あとコーヒーショップちょっとはある。オールドタウンがいいかな。ちょっと朝ごはん何も食べてなくて、なんか優しめのやつとコーヒーぐらい食べようかなと思います。あ、これいいじゃん。これのスープのやつ3段が900円、まあ、1000円ぐらいならいいでしょう。ボーディング5分前ですが、最後のクアラルンプールの朝ごはん、ヌードルとチーズタレック。あんまり美味しくない。飛行機の前は必ず水を補給します。ウォーターステーションって基本どこの空港でもあるから、水買うとかって空港によっては500円とかするんでやるべきです。ではこれから初めての44カ国マレーに行ってきます。Terima kasih, see ya Malaysia.モルディブ着きました。4時間50分のモルディブということで今回はオーバーした荷物を体重に変える旅の魔法を紹介しました。航空関係の方ごめんなさい。次回は一人で安くて綺麗なモルディブの島を旅します。これからも旅を通してみんなにハッピーを頑張りますのでチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。See ya!